皆さんは ADHD という言葉を聞いたことがあるでしょうか？ ADHD は注意欠陥多動性障害と呼ばれたりします。 ADHD は発達障害の一種で、2014年時点で国内患者数は約4万7000人。多くの人が ADHD のため社会の中で苦しんでいます。 ADHD の現在の治療法ではリタリンなどの合成麻薬が用いられます。麻薬の効果によって一時的な ADHD の改善にはなりますが、あくまで対処療法であり ADHD を治せるわけではありません。またリタリンは強力な麻薬で副作用も強烈なものです。依存性も高く依存症になってしまう問題もあります。近年このリタリンに代わる ADHD 治療薬として注目されているのが大麻です。そこで今回は ADHD で苦しんでいたとある男性が大麻によって症状が改善した話をご紹介します。本題に入る前にチャンネル登録と通知ボタンをぜひよろしくお願いします。それでは行きましょう。まずは ADHD のことについてしっかり知っておきましょう。冒頭でもお話したように ADHD は注意欠陥多動性障害という発達障害です。 ADHD は不注意、多動性、衝動性、これらの3つの要素を含む発達障害で、人によってどのような要素が出るかは異なっています。 ADHD 患者の症状としては、机などにじっと座っていられない、宿題や授業、会議などに集中できずに他のことをしてしまう、忘れ物を頻繁にしてしまう、ルールやマナーを守ることができない、考えずに行動してしまいミスを頻繁に起こしてしまう、このような症状が見られます。 ADHD は1994年に診断名ができた比較的新しい発達障害であるため、あまり世間には認知されていません。そのため ADHD 患者は他の人がしないような行動や失敗をするため、ダメ人間、落ちこぼれと言われ、いじめや差別されることがあったそうです。 ADHD が未治療の場合は症状が頻繁に出てしまうため、まともな社会生活を送れない人が数多くいます。さらに ADHD の症状は先ほど挙げた症状ぐらいで、外見などに特徴は出ません。そのため自分や周囲が気づくことはあまりなく、治療を行う人も少ないです。 ADHD で苦しんでいる男性がいました。彼の ADHD は衝動性優勢型で、考える前に行動や言動をしてしまい、周囲にあまりよく思われていなかったようです。彼は大学に通っていましたが、友人は一人もいませんでした。このような症状がおかしいと思い病院に来ましたが、最初は ADHD と診断されずに双極性障害と診断されました。そこで効果がある抗うつ薬を飲んでいましたが、症状が改善されずに他の精神科医に診てもらい ADHD と診断されました。そして ADHD 治療のためにリタリンを服用し始めました。リタリンは覚醒剤と類似した構造をしており、効果も覚醒剤と似ています。彼はリタリンのおかげで集中力が高まり ADHD の症状は収まりました。しかしリタリンはほぼ麻薬ですので、多くの副作用があります。リタリンの一般的な副作用としては、食欲減退や不眠症が挙げられます。彼は特に不眠症で悩んでいました。リタリンは覚醒作用が強いので、一度飲むとなかなか眠ることはできません。また不眠症やリタリンの影響からか、常に不安を感じるなどまともな生活ができませんでした。彼はリタリンの副作用が辛かったため、他の薬などを使うようにしました。残念ながら薬を変えても ADHD の症状はあまり改善されず、代わりに副作用として自殺衝動などが出てしまったようです。彼が ADHD の治療を模索していた頃は、症状が改善されないため仕事などうまくいきませんでした。 ADHD のせいで2年間も安定した仕事に就くことはできなかったそうです。そんな苦しんでいた時に大麻と出会い、今までの状況が一変します。大麻を吸ってみると、今まで感じていた不安感は安らぎました。大麻の効果はそれだけではなく、大麻を吸うことによって仕事への集中力も高まり、9時間分の仕事を3時間で終えるなど、今までには考えられない成果が出たのです。彼はその後、大麻が合法化されているオレゴン州ポートランドに引っ越し、様々な大麻を試しました。特に THC 濃度が高い大麻を吸うと非常に集中力が増して、物事を効率的に行えるようになったそうですが、記憶力低下という副作用がありました。大麻では記憶障害が少なからず起きるため、医療用大麻製品を利用していました。 THC による記憶障害が出ないよう CBD と THC の比率が5対1もしくは6対1になるよう調節して、オイルなどで摂取していました。そうすると記憶障害も出ずに ADHD の症状も緩和され、仕事などをこなせるようになったそうです。2017年に行われた研究では、大麻抽出物を摂取することで ADHD の多動性と衝動性が改善することが分かりました。また大麻分野の医学研究者も大麻が ADHD の症状を改善することを認めています。結果的に彼が ADHD 治療に大麻を使用したことは間違っていなかったのです。大麻が ADHD 治療に効果があることは分かっていただけたでしょうか？大麻はがんや白血病など様々な病気に効果がありますが、 ADHD にまで効果があるという事実は素晴らしい結果ですね。日本で大麻が解禁されれば ADHD 患者はもちろんのこと、自分が ADHD と気づかずに苦しんでいる人も知らず知らずのうちに治療することができるかもしれません。現在 ADHD で苦しんでいて症状が改善されない人は、大麻合法国に行き大麻を試してみるのもいいかもしれません。 MJ チャンネルをいつも見ていただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いします。当チャンネルでは大麻
麻の歴史や大麻の品種など大麻を中心としたコンテンツを配信していきます。最新の動画も見てほしいので通知ボタンも押してくれると嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。